世界中で活躍している BTS は、歌声はもちろん、ダンスパフォーマンスもすごく、激しく力強いダンスだったり、ちょっとセクシーなダンスだったりと、魅力あふれるダンスで、アーミーを魅了させてくれています。激しいダンスにもかかわらず、いろんな表情を見せてくれるのが、また、BTS の魅力の一つですよね。しかし、ステージ上で包帯を巻かれていたり、怪我をしていたり、体調を崩していたりする場面が時々見られ心配になります。ハードスケジュールだからこそ、アーミーはなおさら心配になってしまいますよね。そこで今回は過去の怪我がなぜそうなってしまったのかを調べてみました。BTS の怪我。BTS のように日々忙しく、ダンスパフォーマンスも激しいと怪我もつきものですが、一体何が原因で、どんな怪我をしているのでしょうか。今回は、ジョングク、テテ、ジン、ジミン、RM が過去になぜ怪我をしたのかについてまとめました。セットの釘に手を刺して搬送された RM。RM は MV の撮影中に怪我をしてしまったとのことで、右手にギプスをして活動をしていた期間がありました。実は、MV 撮影のために作られたセットの釘に手を刺してしまったそうで、すぐに近くの病院に救急措置を受け、終わったら撮影現場に戻り、撮影を続けていたようです。ギプス状態でも、音楽番組はもちろん、多数のバラエティ番組に出演していたため、アーミーはものすごく心配していました。これについて、所属事務所のビッグヒットエンターテインメントは、マイデイリーに、早く回復するためにギプスを大きくした。活動に問題はないと公表します。とある音楽番組でショーケースの司会者に、今はもう大丈夫なのかと質問されると完璧に治りました。大丈夫です。と RM が頼もしく答えている姿が見られました。右手に包帯が巻かれている RM を見てとても驚きましたよね。椅子に座ってステージに出たジョングク。2018年10月9日ロンドン公演で、ビッグヒットエンターテインメントは、公式 SNS を通じて、ジョングクは怪我をしていて、ステージでダンスをすることができないと発表しました。ジョングクは、公演約2時間前に、リハーサルとサウンドチェックを終えて、控室で軽くウォーミングアップしていた際に、かかとを家具にぶつけ、大きく裂ける怪我を負ってしまったそうです。ビッグヒットエンターテインメントは、緊急医療チームが会場に出動して診療した後、傷口を治療した。医療スタッフは、大怪我ではないが、負傷部位に出血などが発生することがあり、本日の公演でダンスをしてはならないという診断を伝えたと説明しました。これを受けて、ジョングクは、公演に予定通り参加するが、傷口を保護するためにパフォーマンスは行わずに椅子に座っての参加となったのです。ジョングクは椅子に座ったままパフォーマンスを披露しているとき、何度か感情的になり、後ろを向いて涙を流していました。歌の途中でもスポットライト当たってないところで泣いている場面も見受けられ、ジョングクのそばにメンバーもやってきて、ジョングクを慰めるシーンも見られました。ジミンは会場のファンに今日パフォーマンスができなかったジョングクを励まして愛を送ってあげてほしいと呼びかけ、RM はいいこともあれば悪いことも起きる。予想外のことが起きる。ジョングクのせいじゃないよとコメントしました。公演の最後にジョングクは涙を流しながらもう二度とこういったことが起きないようにとアーミーのみんなと約束をします。本当は今日のために英語でのスピーチを用意していました。しかし突然の怪我によりしっかり気持ちを話したいので韓国語で話します。今日を本当に楽しみにしていましたし、僕をステージの上で幸せにしてくれて本当にありがとうございます。今日のことがあって僕はもう二度とこんなことが起こらないように約束します。ありがとうございました。愛していますジョングク。泣けてしまいますね。日頃の疲れから
少し注意力が低下してしまい怪我をしてしまったのではと思うので心配になります。椅子に座ってステージに出たジミン。2018年マカオで行われたライブでジミンが椅子に座ってステージに出ていることが話題となりました。一体なぜジミンは椅子に座っていたのでしょうか？ジミンはマカオに入る前の飛行機の中で首と肩の痛みを訴えたそうです。足元がおぼつかずジミンはスタッフさんに支えてもらいながら車に乗り込みました。現地の病院で見てもらったところ、どこにも異常はありませんでしたが、医師から安静にしておくようにと告げられたのです。このことが原因でジミンは椅子に座ってステージに出ていたのです。アーミーからは多くの心配するコメントが寄せられました。MV 撮影中にジッパーに当たるテテ。オンは激しいパフォーマンスが話題になった曲であり、ダンサーたちのドラムパフォーマンスも迫力があるので魅了させられた方も多い人気の楽曲です。そんな激しいパフォーマンスのオンの MV 撮影のビハインド映像の中で、テテが思いがけないアクシデントに襲われました。ダンス中、着ていたジャケットのジッパーが目に当たってしまったのです。痛がるテテのもとへ、驚きながら心配した様子で集まったメンバーたち。幸い、眼球ではなく目元にぶつかったため、大事には至りませんでしたが、目の周辺が赤く傷になってしまっています。一歩間違えれば失明していたかもしれません。テテは、怪我をした後でも撮影を続行し、痛む中でも、そのプロフェッショナルを全うします。アーミーは、大きな怪我じゃなくて本当に良かった。痛いのに撮影を頑張ってくれてありがとうと、テテを襲ったアクシデントに対し、多くのコメントを残しました。さすが、テテですよね。激しいパフォーマンスはかっこいいけれど、怪我するリスクは増えるので、心配ですね。指を骨折したジン。ジンは、ステージ上の事故でもなく、練習のやりすぎでの怪我でもなく、テテとのゲームで骨折していたことがあります。ジンとテテはゲームをしていて、ジンが勝った方が負けた方にしっぺをしようと提案します。ジンが700ポイント、テテが70ポイントでジンが勝ち、テテにしっぺをしようとしたら失敗してしまい、自分の膝に当たり、自ら骨を折ってしまったのです。可愛いというか、おっちょこちょいというか、何はともあれ、大きな怪我じゃなくてよかったです。しかし、どれほど強い力で、テテにしっぺをしようとしたのでしょう。まとめ。いかがだったでしょうか？今回は、BTS の怪我について紹介しました。ジンの怪我は、テテとのしっぺゲームで骨折したと、クスッとする怪我でしたが、BTS は多忙なスケジュールをこなしているので、ちょっとした気の緩みが出やすかったり、難易度の高いパフォーマンスを披露してくれるので、常に怪我と隣り合わせです。メンバーが怪我をしていたり、体調が優れないと、心配で悲しい気持ちになります。体調に気をつけて、私たちに元気な姿を見せてもらいたいですね。